ます。今回はイギリスで最も住みたくない街にある空港から聞いたこともない航空会社に乗ってヨーロッパで最も人気のない国モルドバへ飛びます。モルドバの首都はキシナウ。動画の中でチシナウって言ってるんですが、モルドバの皆さん大変失礼いたしました。今回利用するのはロンドンルートン空港。ロンドンの北約50キロです。うちからオーバーグラウンドという列車に乗ってウエストハムステッドで乗り換え、こんなに目立つ一方通行のサインが。イギリスでも一方通行を導入するところがコロナの後特に増えた気がします。一旦改札を抜けてテムズリンクという列車に乗り換えです。ロンドンを挟んでちょうど反対側にあるガトウィック空港と一本で結ばれているとは知りませんでした。ロンドンセントパンクロスユーロスターの発着ターミナルからルートン空港までは通常23ポンド30、約4500円。ただしオンラインで前売りを買っておくと8ポンド90、約1700円ですからずいぶんお得です。のどかな田園風景を眺めながら30分から40分で空港に到着します。ガトウィック空港と1本で結ばれているっていうのは嘘です。ルートンエアポートパークウェイという駅で降りて2023年3月にオープンしたダイレクトエアレールトランジット、略してダートです。一旦改札を出るとなぜかゾウさん、ここはタイですかラオスですか。このダートが高いんですね。この一区間だけ買うと片道 4.9 ポンド、約950円もします。たったの3分ほどしか走らないのにこの値段、1キロ走るのに約470円の計算になります。東京のタクシーが1キロで約400円ですからタクシーよりも高いんですね。地下鉄を除くとこの国で最も高価な列車になるそうです。Shuttle is departing. Please hold the handrail. Shuttle is departing. LCC チャーター便を利用してホリデーに行く家族が利用する空港ですから、空き地には長期滞在用の駐車場が至る所にあります。幹線道がすぐ見えてきます。最後にルートン空港を使ったのはもう10年以上前。ウィズエアという LCC を使ってスロバキアじゃなくてスロベニアの首都リュブリャナへ行ったのが最後です。We have reached the airport. Doors will open on the left-hand side. では時間があるのでちょっと探検してみましょう。もし到着するとここに出てくるようですね。ワンフロアのコンパクトな空港です。この反対側奥の方がチェックインカウンターで、その間にマークス&スペンサー、WH スミス、カフェネロ、スターバックスもあったかな、ファーストフードのお店なんかが入ってます。出口手前にナショナルエクスプレスの券売機、ロンドンビクトリアの駅まで当日券で14ポンド50、約2800円で、前売りだと場合によっては5ポンド1000円です。いわゆるリムジンバスです。ルートン空港は LCC の最大手イージージェットの本拠地です。そしてこちらはウルトラロー CC と言われるウィズエア、ハンガリーの航空会社。私が今回利用するのはフライワン、モルドバの航空会社です。24時間前にオンラインチェックインオープンしましたというお知らせメールが来ました。これを読んでてびっくり。空港に行ってチェックインし搭乗券を発券してもらう場合、36から40ユーロ、6000円以上取られます。空港に行く前にいわゆる空港チェックイン手数料を前もって払っておくと半額になるそうです。それではチェックイン行ってみます。飛行機はそんなに混んでなさそうでしたので、有料ですから席の事前購入はしてません。当日だったら無料で席の予約ができるだろうと思ったらとんでもない。すべて有料。購入せずそのままチェックイン進みました。幸い通路際が取れました。携帯の電池が切れたり、プリントした搭乗券を持ってくるのを忘れて再発券してもらうとまたお金取られるそうです。
ルートンの空港でも他の空港のワールドデューティーフリーと同じようにお酒とコスメの類は 20% 免税が効いているようです。品揃えもほぼ同じです。出発ロビーはさすがに狭くてちょっと窮屈です。ラウンジもありますが有料で38ポンド、多分場合によっては飛行機代より高いかもです。おかしいですね。我々のゲートの前に止まっている飛行機はフライワンじゃないです。30番ゲート、間違いないはずです。フライワン、自分とこの飛行機じゃないですね。スカイアップエアラインス、聞いたことありません。見るのも当然初めて。調べてみたところ、キエフに拠点を持つウクライナの航空会社だそうです。戦争でパイロットクルーごとリースしているようです。確認しないと怖いですよね。このスタイルの端末ホルダー初めて見ました。携帯タブレット両方使えます。機内エンターテインメントシステムがあっても最近は Amazon プライムや Netflix ダウンロードしてくる人が多いですからね。これは便利です。山の向こうはウクライナ。飛行機まで難民状態になってるんですね。早くお国に帰れるように祈ってるよ。見渡す限りほぼ何もありません。76カ国目入国です。両替所は3カ所ありましたが、ここが一番率が良かったです。宮崎空港よりちっちゃいです。奥にチェックインカウンター、こちらが出発エリアです。2階にちょっとくつろげるところがありました。ターミナルの外に出るとタクシーの呼び込みで何度も声をかけられるんですが、非常に便利なバスがキシナウの中心地まで出てます。バス停もまた分かりやすいです。ここで30番のバスを待ちます。バスは乗ってしまうと車掌さんが切符を売りに来ます。キシナウ空港は市内の南東部13キロです。バス代はたったの6レイ、日本円にして約50円です。前に立っている女性が車掌さんです。おお、進んでるなと思ったんですが壊れてました。勝手に想像した街並みとは全然違いました。モルドバでもお寿司は人気みたいです。25分ほどでホテル最寄りのバス停に到着です。 Google のおかげで降りるバス停も間違えることまずありません。便利な時代になったもんです。この薄暗い大きいビル、電気が全然ついてないですが、 YouTube のボールド&バンクラップのおっさんが紹介したところだと思います。私が泊まるホテルその真ん前でした。ホテルチシナオ、はい、こちらですね。救急車かパトカーじゃないです。チシナウは安くて綺麗なアパートはいっぱいあるんですけど、旧ソ連の雰囲気が残る立派なビルのホテルがいいかなと、わざわざそういうところを選んでいました。楽しみです。
これが入り口ですか。ほとんど電気ついてないですけど、お客さんいなさそうですね。10:20って全然その時間じゃないんですけど、まあ7時過ぎたとこです。ここかな、入り口。すごい。すごい。